お疲れ様です。ひろさんキッチンです。今日はですね、おやつプレゼントに最適、だいたい30分で作れるスコーンの紹介です。スコーンですね。これスコーンパックリしてて美味しいんですよね。でもなかなか買えるお店がなくて、そうか、作っちゃえばいいんだと思ってできた僕が一番美味しいと思うスコーンの作り方です。これがね、本当にみんなに大好評で、そのレシピ公開しちゃいます。はい、まず材料の確認です。卵、砂糖、ベーキングパウダー、バター、強力粉と飲むヨーグルトですね。で、意外にシンプルな材料でできちゃいます。で、1個ポイントとしては、お菓子系のレシピはきっちり重さを測ってください。結構ちょっと変わると全然仕上がりが変わっちゃうので、そこだけ気をつけてください。それでは早速作りましょう。それではまずスコーンを作るための液っていうのかな液体の部分から作っていきましょう。卵を割ります。さあ、この卵をよく溶きほぐします。はい、こんな感じでよく溶きほぐれたら砂糖を入れます。ヨーグルトも入れちゃいます。ヨーグルトもミリリットルじゃなくてグラムで測ってください。グラムで測った方が正確なんで、こんな感じでスケールで測ってもらうといいと思います。液が完成しました。そしたら次は強力粉にバター、ベーキングパウダーを合わせていきましょう。まずはベーキングパウダー、軽く混ぜます。そしたらバターで、これをよく粉になじませていきます。これ今日バターは無塩のものを使ってます。火塩のものでも美味しくできます。無塩は無塩の美味しさがあって、火塩は火塩の美味しさがあるので、どちらかお好みで使ってみてください。で、ちなみに油なんですが、サラダ油でもできます。コクとか香りが弱くなりますね。全体がこれぐらいコロコロになれば OK です。なんでこれやるかっていうと、バターの油分で強力粉をコーティングしてグルテンができにくくしてます。それで仕上がりがさっくり美味しい状態になるんですね。調味液ですね。この液を混ぜていきましょう。液入れたら練らないようにざっと混ぜていきます。これで練っちゃうとやっぱちょっと食感が変わってくるんで、これ練らないのが最大のポイントですね。水分を回すみたいな感覚でいいです。こんな感じで全体に水分が回ったら潰してまとめます。で、折りたたむようにして潰す。これを生地がまとまるまで繰り返します。こんな感じでまとまっちゃえば OK です。これの折りたたんで層になってる状態ですね。これが美味しいスコーンの秘訣です。それでは次は成形して焼いていきましょう。まな板と綿棒、これで伸ばしていくんですが、最悪綿棒なくてもできるんで大丈夫です。生地広げるとこもまな板で OK です。生地伸ばしていきましょう。はい、生地こうやって綿棒なかったらこうやって手で伸ばしちゃえば OK です。なんとなく伸びれば大丈夫です。ちょっとね、今日は写真も撮らなきゃいけないんで、綿棒で綺麗に伸ばします。だいたい1センチから2センチぐらいの間なら OK です。これをもうお好きに型抜きしましょう。バスンとギュッと。うわ、いい感じ。この層わかります？
こうやってしっかり層ができてると美味しいスコーンが焼けますよ。もちろんこういう型がない時は別に包丁でサクッとこうやって切ってもらって、これはこれでおすすめです。美味しいです。型抜いた後のもの、これももう一回こうやってまとめて層になるようにこう折りたたんであげます。これでもう一回取れます。そうだ、いいこと思いついちゃいました。ウインナーとチーズ、これを足してもね美味しいんですよ。なのでこれもう一個違うバージョン作っていきましょう。ピザ用チーズですね。チョコレートチップとかを一番初めから自分のお好きな量入れてもらっても美味しいチョコチップスコーンできるんで、そちらも試してみてください。じゃあこれを生地に練り込んでいきます。今日はこの余った方に練り込んでいくんで、また次の動画でお会いしましょう。